こんにちは。はい、こんにちは。ナンさん、今日もよろしくお願いします。はい。冬のおもてなしの料理を今日は披露していただく。はい。ということで楽しみです。おもてなしっていうほどじゃないんだけれども、手抜きで私の考えたグラタンと、もう一つはサーモンが体にいいっていうので、サーモンのホイル焼き、そんなのを今日はお作りしたいと思います。じゃあ、ナミさん。はい。よろしくお願いします。はーい。相変わらず広くて居心地のいいキッチンですね。ナミさんお気に入りの場所。そうそう、私が一番長居する場所です。一日のうちで。はい、今日のまずグラタンの方から、まずベシャメルを作るにあたり、バターを溶かし、そこにこのビオの小麦粉で、そして牛乳とこれでベシャメル作って、その後に今度お野菜、このブロッコリー、普通のブロッコリーと違うの面白い形してるんだけど、ロマネスクっていうこっちでは言ってるんですけど、私いろいろ白いのとかグリーンのとか買ったけど、これが一番好きでこれを買ってますよ。ビオのマルシェで仕入れました。あとインゲンも、あとこれは冷凍エビですけど、皮むいて一応炒めて、でそのベシャメルの中に入れまして、そしてチーズもちょっとすって入れます。でこれがグラタンのセットですね。であとは鮭のホイル焼きですね。これもビオの鮭を買いました。でこれを塩麹に1日ぐらいつけて、であとは旬がキノコだから一応しめじとかシャンピニオンとかえのき、そんな感じで今日は行きたいと思います。今何してるんですか？今はベシャメルです。ベシャメルを作るのにまずバターを入れまして、溶かして、そこに小麦粉を入れて。これ大体目分量ですか？いや本当はいけないんだけどさ、私って測んないのよね。もういつもやってっからこのぐらいって感じ。本当に目分量なのよ。バターはエシレですか？そう、エシレです。で小麦粉を入れまして、これでよくバターと小麦粉をなじませ、そこに牛乳を入れ。いつも料理作るときって何か聞いたりしてます？音楽もう。あ、そういえば聞いてないわね。何にも無言で、そういえばそうね、音楽かけたらいいのにね。ちなみにかけるとしたら何ですか？私結構ね、エルトン・ジョンが好きなのよ。本当はクラシックって言いたいんだけどクラシックって感じじゃないでしょ。いやいやいや、そしてここに牛乳を入れます。食材はもう基本的にはビオですか？私ほとんどビオね。ともかく卵も全部口に入るもんだから結構ね気にすんのよ私。添加物とかなくって卵はビオとかさ。あとでもスーパーでビオブランドがあったりする。そう今もう、ほとんどあるわね。お野菜もビオのコーナーもあるし、そうよ、私が適当に、ほんと適当なんだから全て私は、この前は何を作ったんですか？この前はね、エビフライとか、あとね、私あれも作るのよ、よく餃子もね、結構みんなさ、豚のひき肉とか言うけど、私の場合はね、豚のひき肉じゃなくてね、鶏のひき肉でやんの。鶏のひき肉と白菜としそ入れたり、普通の一般の餃子じゃないの。いつももうそう自分で考えちゃうの。調味料とかそんなに簡単に手に入るんですか？大体私自分が買ってきたものと、あとは、フランスで買うお味噌なんかはほら重いからフランスで買うけど、結構高級食材売ってるとこがあるのね。でそこのお米なんかもそこで買っちゃうと外れはないって感じ。これでベシャメルができました。そしたら今度そこに炒めます。野菜をまず玉ねぎとニンニクのすったのを入れて、オイルとバターをちょっとで炒めます。でそこにお野菜を入れて、グラタンってよく作られます？グラタン結構作る簡単だしさ、人が来た時に、
エビの代わりになるみたいな。ああ、エビの代わり何でもいいんじゃない？別にハム、ソーセージ、何でも。なんかグラタンはもちろんパスタ入れてもいいしさ、パスタグラタンとか手軽に食べます。そうそう、結構ね楽よ、これで塩コショウ。あとここにキューブっていうの、日本でいうコンソメのキューブってあるじゃない？コンソメの素みたいのだ。でお野菜を入れて、でここにさっきのベシャメルを入れます。ベシャメルを入れてかき回す。ベシャメルね、多めの方が美味しいと思う。あ、ちょっとキノコもいっぱいあるからキノコも入れよう。キノコも入れました。ね、なんかキノコ入れたら美味しそうじゃない？すごく。こういうのがね自己流なのよ、私の。そしてお味を見て、ここで塩コショウして、グラタンもお店でも出してますね。いやグラタンは結構時間かかるからね、お店ではね結構ね、それこそもう日本的な焼きうどんとかお好み焼きとかさ、もろ日本のものって感じね。そう、なんかレストランの人ってさ、美味しいものを作ってるからさ、なんかもうママの冷蔵庫にあるものでいいから作ってとか言うと、それこそ焼きうどん、お好み焼きとか、もうそんな感じでみんな帰ってそういうのがいいんじゃない？コックさんとか板前さんは。それでここにチーズを、溶けるチーズ何でもいいんですけどね、これをすって入れます。これ飲みのじゃない、これモノプリ、もう得意なモノプリ。そう、これ結構ねちっちゃくて可愛いでしょ、栄養たっぷり。それでこれをできましたらグラタン皿に入れましてオーブンに入れます。この時に塩コショウでお味を見てください。お塩はこれ日本からなんかいただいたオマールエビの味のする塩とか言っちゃって、日本っていろんな名前のお塩があるじゃない？なんか俺のお塩じゃないけど美味しいお塩がこういうお塩は結構あって、あと私自分的にトリュフの入った塩が好きだから、朝ね半熟卵の時はそのトリュフ塩をかけて食べたり。でこれみんなお子さんがいる時はねあんまりあれだけど、大人の時はちょっと私あれ入れちゃうの、ラム、これをね結構ね香り付けに入れちゃうのよ。もうほんのちょっとね、これも自分でこうやったら美味しいかなと思ってやってる。ラム結構使うのよ私。お菓子の時も使うしさ、別にラム酒なさっていいのよ。もう例えば高級なブランデーでもいいだろうしさ、なんかたまたま私は、ラム酒があったから。はい、鍋の中ね、こんな感じです。いろんな食材が詰まってますね。美味しそう。美味しい、美味しいから、そしてこれをグラタンのお皿に入れます。食品の品目数が多いの少ないじゃないですか。そうですね。多いですよね。ね、そうそうそう、フランス料理って結構ね手抜きできるのよ、本当に。はい、オーブンに入れます。失礼します。はい。じゃん。これは何度で？なんかこれもだから適当に私さ、見て表がなんか色がついたら、ほんと適当なのよ。ともかく一応上と下でやって、温度が140、150ぐらいでやってるって感じね。大方10分とか。そうね、だから一応15分ぐらいにした。もうほらお味がもう炒まってるから大丈夫。そうね、色をつけるって感じで。次はまずサーモンをオイル焼きですね。でサーモンね結構くっつくからね、ここに一応オリーブオイルひいて、でサーモンをまず焼きます。これは塩麹だから別に取らなくていいと思います。
フライパンで焼くはそうそうそう、フライパンで。別にオーブンだっていいんだけどさ、今グラタンが入ってるからね。そう通常はどっちですか？オーブンですか？私ね、結構ね、焼き魚とかフライパンで、くっつくから、結構フライパンでこうやって、冷凍のなんだっけ、よくあれ買うの、サバ、冷凍屋さんでね。でサバ買った時も結局こうやって煙が出ると嫌だからこうやってオーブンで焼いて、入れちゃうの。大雑把だから。もう一日に何回その言葉を発してるか。だって私本当にすごいんだよみんな。みんなもう本当にねよく生きてけんねってか言われたもん。玉ねぎを炒めて色ついたら入れるとかあるのよ。私の場合違うの、全部一緒なの。あとこの胡椒ってちょっと唐辛子っぽい入れ物なんですか？これね私ねコックさんとかさ星付きの人が買いに来るこういう香辛料屋さんがあるの、十字屋の前に。そこでいつも胡椒もそうだし、これはだから炒め物どれがいいって言うとこれがいいですよとか言って、なんか胡椒もそうだし、あとお菓子作るのになんだっけ、バニラ、もうなんかすごいのが売ってんの高いけど、星付きのコックさんが来るお店で、私はここで白胡椒から結構、バターはいつもエシレなんですか？そうね、バターはもうエシレがメインですね。エシレ買いに行けない時はもうなんかちょっと上等なやつ、やっぱ美容のこれを使ったり、フランスバターおいしいですかね？ねえ絶対だからうちの子がさなんか日本帰ると何が欲しいって言うとやっぱりバターっていうね、乳製品はやっぱりフランスはバターは美味しいみたいよ。やっぱりね、和食って何皿も作らなくていい。そうできないパパッと。そうそう和食ね、和食ね。だし醤油です。これは私の必需品。これ多分日本の方みんな持ってると思う。結構私食べ物好きだから、結構パリに来てやるようになったって感じ。これはこんな感じでもうほとんど上までもうあれしてんの見えてるっていうの、こういうやつ。これがまだね、寿司、米酢ですね、米酢。それとあとこれはビオの粒胡椒、あ、チンってなったからもしかして失礼。できたじゃんね、できたでしょ。誰と同時にできるからさ、素晴らしい。彩り豊かで。ね、彩り豊かでいいでしょ。今ソース作られてるんですね。だからもうソースも適当なのよ。お酢とムタのなんだっけ、ムタはマスタード、これ粒胡椒使ってるのね、粒胡椒、それとだし醤油を入れます。でこれを鮭にかける、あれの方はお味がついてるからな、きのこの方はね、じゃあこれを鮭にかける。おいしい。あ、いい感じよ。そうそう、もうじき。結構ほらサーモンが厚みがあるからね、結構時間かかんの、ホイル焼きっつっても。よし、これで出来上がり。あっちっち、ここサーモン置くからこれこのまま置いちゃっていいね。冷めないうちにね、本当は食べてもらいたい。フォーク飲めないよ。飲めないのよ、残念ながら。飲めそうな顔してて本当に言われるよ。
飲めないの？いいね、私の場合いつも飲んでるみたいだからっていうの。ワインはちゃんとね冷やしたのよ。ともこさんよりじゃん。いや本当は外さないでいいんだけども、なんか私見た目でいくからさ、見た目があんまりねかっこ悪いから嫌なのよ。本当はしその葉っぱとかさ引きたかったのになんかないから、見た目ビジュアル的にあんまりね美しくないね。はい、できました。はい、今日の料理はまずエビとブロッコリーインゲンのグラタンです。第2弾、美容のサーモンと季節のものできのこ炒めたものを添えて、それが第2弾です。サーモンにはもう本当にソースポン酢でもいいし、まあお好きなソースかけていただいて、サーモン自体はもう塩麹でお味付けて1日つけてるからお味はあるんですけれども、そんな感じで召し上がっていただいて。どうしてこの2品の今日は選ばれたんでしょうか。冬のおもてなしっておもてなしのほどじゃないけど、まあ一番冬だからなんかグラタンが高くていいかなとか思って、本当は鍋とかも考えたけど、鍋だとなんていうの、フランス日本だとおでんだけど、おでんだったらこっちは食材がちょっと揃えるのに大変だから、じゃあフランスの食材でと思ってこれにしました。前になんか一人鍋ですき焼きを、一人すき焼きはやる。外を見ながら、そう。それ美味しそうだな。そう、一人すき焼きよくやるのよ、あそこの前に椅子置いちゃって。そう。キッチンの広さと、いろんな意味ですごくこのいい空間。そうね、そうね。キッチン広いっていうのは本当にね、私にとってはもう極楽なの。極楽。変形ですけどね。そう、変形よね、本当三角形よ。しかもね、フランスは洗濯機がキッチンにあると。そう、洗濯機があって、それ食洗機はもう一人だからほとんど使わない。もう自分で手洗いの方が早いしさ。テーブルコーディネートのこだわり的なものってこだわりはね、私ってだから本当に食材はこだわるけど、コーディネートはあんまりこだわんないけども、色に関して、意外と自分の目の中に入れて嫌な色は使わないぐらいで、別に特別なこだわりはない。なんかお花は欠かさない。そうね、こだわりっつったら、お花はないと寂しいから、お花買う時が一番好きかもしれない。お花は絶対って感じね。あと植木がないと、って思って、こんな感じね。はい。今日の料理はもう私専門の手抜きで簡単ですから、皆さんもぜひ作ってみてください。